こんにちは、トバログです。いや、この間の告知動画を見ていただいた人もいると思うんですけども、今回ちょっとねトバログペーパーを蔦屋家電さんの方でポップアップさせてもらうっていうところで、それにかこつけてというか、それに便乗してちょっと動画撮らせてもらえないかみたいな連絡をして、今回ねいつもよく来させていただいている蔦屋家電さんのちょっとトバログ的な回り方みたいな、結構ね週3ぐらいでフラッとこう入らせてもらって、なんか何冊か本買って、帰るみたいな、そういう感じで来てるんですけど、今回はなのでトバログ的な蔦屋家電さんの巡り方というか、いつもどんなルーティンで回ってるのかみたいなのをちょっと紹介していこうと思います。ちなみに今回はナンバッチが撮影を手伝ってくれていて、いつもの Vlog じゃなくてこんな感じでちょっとねロケみたいなスタイルなんですけど、その方が見やすいかなと思ってお願いしますお願いします。はい、それでは行ってみましょう。だいたい蔦屋家電さん回るときはこの入り口から入ることがめちゃくちゃ多くてですね、なぜかは知らないけどだいたいこの入り口からいつも入ってます。でここの1コーナーとかだいたいここ見ながら、なんとなくこういうのが今ここでは人気なんだっていうのが分かるっていう、結構こういうなんかデザインの引き出しみたいなジンのところだったりとか、あとだいたいこういう感じでアート系デザイン系のものがあったりするんで、インスピレーションをここから受けています。まだこれがランクインしてる、高いっすね。すごいよねこれ。30万部だやば。ここのランキングのものを買っておけば結構子供はすごい喜ぶっていう感じで、結構このランキングはちゃんと信頼性のある。いやマジで多分ね持ってるなんでだいたい間違いないで、だいたいなんか店頭ってジャンルで分かれてるんですけど、この辺は結構新しい毎回変わるところで、こんな感じで今の最新の雑誌がこうバーって並んでるんで、とりあえず雑誌棚をすごい見たいみたいな、個人的に雑誌がすごい好きで、そういうのバーって見たいときは割とこんな感じでここの雑誌棚を見ながら、だいたいここで1冊ぐらいは買うかなみたいな。結構紙の雑誌も買うんですか？紙の雑誌はね結構買いますね。電子で読みたいものと紙でもアーカイブしたいものっていうのがあって、ものとしてなんかこう本棚に置いてなんかこうインスピレーション欲しいなって時に読みたいみたいに思うやつは結構紙で買ってますね。さりげなく海外のアパートメントっていう雑誌があんまり読んだことないけどちょっと気になるんですよね毎回この流れで来るとだいたいちょっと温まってきたぐらいの時にこのアートとか写真みたいなコーナーにたどり着くんですよ、ここに1回。でここでまたちょっとやっぱ悩んでる時に来るというか、 YouTube とかそういうコンテンツを作ってる時に若干悩んでる時にこの本屋さんとかにはやっぱ来るんで、アート寄りの本とか、あとここもすごい好きですかね。結構この辺のデザインアート新刊コーナーでなんかジェニックの今日の表紙めちゃくちゃいいみたいなとかで、ちょっとねジャケ買いをしちゃうとかそういう感じの。奥側は結構写真とかアート寄りの、こういう本、東京ヌード100みたいな本物の写真っていうよりかはなんか合成された写真のものなんですけど、あとはこういうソウルライターだったり、こんな感じでポラロイドのなんかね、どういうやつだったっけかな、結構使い方みたいな感じなんだけど作例がいっぱい載ってる写真とかがこうあったり、この辺とかいいよなみたいな、なんかこのサイズ感のこういうジン作りてみたいなジン自体の形を考える段階で割とやっぱりこのコーナーってすごい参考。ここと後で紹介する建築コーナーで側というかハードウェア側の設計はなんか割とインスピレーションを受けてる感じですかね。嵐田さんのカメラじゃなく写真の話をしようっていう本もすごくいいです。僕どっちかっていうと機材が好きなんですけどちょっとこれを読むとね中和されるというか、ナショナルジオグラフィックの
プロの撮り方っていう本は結構ねすごい参考にさせてもらって、改めてこの本を作る時に結構もう一回読み直して構図とかそういうちゃんと一回撮ったらもう撮り直せないんで紙の本にしちゃうと。てかこれもめっちゃ良さそう。まだ読んだことはないんですけどちょっと欲しいです。買って帰ろうかな今日。ほらこういうのいいアートブック系がここに並んでますね。想定がすごいかっこいい感じの。これはわかんない。トロピカルワールドって写真集ですね。ロケットの内田さんが出している、内田さんの出版社で出している土田さんっていう人の写真で、トルコと日本の外交関係100周年を記念というかかっこつけてちょっとね出された本だったりして、これなんかもう表紙で惹かれちゃいました。わかるいやこれいいよね。そうこれちょっと中見せらんないんですけど、ちょっと作業部屋とかなんかクリエイターとかデザイナーへのインタビューだったりしてて、結構国内じゃない韓国とかね、やっぱ海外の人のなんか考え方ちょっと取り入れたいなみたいな。わかりますこの裏表紙もまたいやもういいよねもう手に取りますよね。もう手に取る。これもうジャケ買いしましたマリメッコのもともとデザイナーをやってた人で、めちゃくちゃ破天荒な感じの、なんかすごい可愛いじゃん。イラストがめっちゃ可愛くて、今ソーソーっていうブランドとかやったりしてるらしいんだけど、めちゃくちゃ可愛いんだけど、なんか何のつてもないのにとりあえずマリメッコ本社に突撃してなんかデザイナーになるみたいな何のつてもないのに急にクリエイターって勢い大事だよなみたいな。あとここはやっぱりプロダクトデザインっていうところでトバログもすごい参考にさせてもらってます。特にこういうレトロデザイン家電とかは、これ見た時やっぱ衝撃を受けまして、なんかちょっとオレンジがガジェット界隈で流行りだした時にこれ見つけて、いやこれかみたいなこのオレンジのなんだろうこのちょっとしたオレンジの正体はみたいなので、ディーター・ラムスさんとかがやっぱね多分すごい人気というか、その電源ボタンにそういうアイコンを使うっていうのがあると思うんですけど、それ以外にもいろんなメーカーがフィリップスとかそういうメーカーがねこういうカラフルなちょっと今新しいガジェットこんな感じじゃん。そうですね、なんかこう差し色として、これじゃんと思って40年越しのリバイバルみたいな。で本当全部紹介してたらキリがないんですけど、結構いろいろこういうなんか専門家デザインを専門としてる人たちが読むような本も割と並んでいたりして、この辺も結構デザイン系の本なんですけど、どっちかっていうと実用性のあるものだったりとか、こういうなんかグラフィックセオリーみたいにこういうなんか考え方結構 YouTube のサムネとかでも取り入れたりとか、こういう本とかは参考にさせてもらってます。本を作るってなった時にそのグリッドシステムを構築する本なんですけど、本ってやっぱなんだろう無造作に写真とか文章が置かれてるように見えるけど、後から見るとすごいグリッドになってるみたいな、そういうなんか裏返しの合理性みたいなのが結構、後から知ると気持ちいいタイプなんで、わかります。ちょっとそういうグリッドみたいなのを意識して作りたいという話をデザイナーのユトログとかとしていて、僕はこのアジアの漢字ロゴデザインっていうのを買ってます。いいこれ。やっぱ漢字系のデザインってなかなかこうものが少ない中で、いやわかる、確かにそう中国圏とかを中心に結構こういろんな海外のものも含めた事例があって、これ一時期 VR で空間を作ってたのにハマってて、こういうなんかサインこういうなんかサインってこういうやつだったり、あとトイレの案内みたいなやつなんですけど、 VR の空間を作る中で結構サインがないと迷うなと思って、サインをかっこよく作るにはどうすればいいんだろうと思って購入した本で、めちゃくちゃねこれは世界中のおしゃれなサインピクトグラム系の事例がたくさん載っている本ですね。結構蔦屋家電さんは2015年の5月にね開店したということで、
トバログが実は2015年の1月スタートなんで、結構本当に同じタイミングぐらいで今年10周年っていうところでめちゃくちゃ嬉しいなって感じなんですけど、トバログを作ってここが開店した時とかにやばい、なんか家電量販店ができたみたいなちょっとガジェットっていうか周りのね、高沢圭介あたりとかでちょっと行ってみようぜみたいになってきたら、やっぱねすごいいい空間で、なんかトバログのブログもこんな感じでちょっとライフスタイルとガジェット混ぜながらやったらいいのかなみたいな、そういうね思いをちょっとふつふつと浮かばせながら、トバログ今のスタイルに落ち着いたんですけど、結構そういうインスピレーションすごい受ける場所で、トバログペーパーの執筆の3分の1はだいたいここでやったんじゃないかっていうシェアラウンジコーナーです。こういう感じでなんか本当にワークスペース兼カフェみたいな雰囲気のところで、割と本当になんかビジョンプロかぶって MacBookをつけてこう電源つけたとしても全然問題なく一日中作業ができる、なんせ時間で課金制の場所なんで、そういう感じでちょっとゆったりとね、このカフェスペースで作業しながら本のコーナーでってこうちょっと行き詰まったら本をこう散歩してトイレがてら、そうするとすごくはかどるっていう。去年の終わり頃とかは週3ぐらいで来てて、この辺でこう陣取りながら MacBook 開いて、時にはビジョンプロをかぶってこれでこんな感じで作業をしていました。シェアラウンジ最初にお金を払うんで、飲み物とかも基本全部飲み放題っていう感じなんですよ。ちょっといいドリンクバーみたいなのがあったりして、普通のドリンクもあるし、個人的にはよくこのナイトロっていうなんかこうプシュってやると泡と一緒に出てくる窒素充填型のコーヒーがあるんですけど、これは結構よく飲ませてもらってます。なんか最初初めてシェアラウンジ来た時はめちゃくちゃこういうの食べまくってたんですけどなんか回を重ねるごとにあんまり取らなくなっていくという。最初やっぱ食べられるだけ食べちゃえっていう感覚になりますよね。そう、最初だからパラフと一緒に来たのよ、でアルコールプランにしてちょっとなんかやろうぜみたいなロゴ考えようぜとか言って来たんだけどなんか6杯ぐらい飲んで1時間でベロベロになって結構広くて、こんなあっち側まで席があって、でもう一個向こう側も席なんですよね。で一番多分人気が高い席がハーマンミラーのアーロンチェアに座って家のように作業ができます結構これすごくない？ですね。いいよね。ここが本当に多分開店と同時ぐらいにバッて埋まっちゃうから、こういう本棚結構参考になることがあって、このトイレに行く途中にこう通ってここを見た時にこんな本あるんだとか言ってちょっとペラペラめくったり、これはここの蔦屋系のカルチュアコンビニエンスクラブの社長が書いてるブログ的なやつなんですけど、結構悪い会社も意外とあるじゃん。ありますね。だけどなんかこうなんか道徳的にさこうありたかったんだよ本来はみたいなのをちょっとね気づかせてくれるというか、マガジン B 言わずと知れた韓国のブランドのマガジン B とかがここで、作業しながらも本を読むことができて、ジンを作ってたんで、やっぱこういうジンとかをすごいこんな作り方あるんだみたいな、なんかこういう見せ方とかあるんだなとかを結構ここでなんかパラパラとめくりながらちょっと自分も頑張んなきゃなみたいなこの辺は子供系の本で、子供と来ると大体ここで一冊絵本とかを買ってあげて夜毎日読み聞かせみたいなのしてるんですけど、鉄板の本大体こうユニクロとかでねパジャマとかも展開されてるような有名絵本たちがこう最近絵本が欲しいっつって子供が絵本欲しいっつってもう真っ先にこれでした国宝こういう感じで絵本とかそういうコーナーがざっくりありますね。でこの辺は漫画のコーナーで、僕今あんまり漫画を読むっていうタイミングがほとんどなくて読めてないんですけど、最近響いたのだとやっぱこじこじかな。こじこじはなんかちっちゃい頃に買ってなんかねこういう想定じゃなかったんですけど、購入して読んでたっていうのがあって、
実家とかに置いてきちゃったんで、改めてちょっとこじこじの雰囲気なんか自分は自分ぐらいの、うんうん、もうなんか宇宙の子だからさ、こじこじって。よくアンドプレミアムのなんか美しい言葉集みたいな出てきますよね。そうなんですよ。いや結構やっぱね、今読むとちょっと当時の感じ方とは違う感じで読めて、なんか最初 YouTube とか始めた時とかは割とそれこそこの辺バーって読んだりしていて、アミティ先生の本がある。アミティ先生の本があります。なんか動画の色とか構図とかそういうのとかを見れるやつみたいな。どっちかっていうとこの辺を見ることが結構多くて、旅雑誌とかってやっぱちょっと旅をしている気分になるというか、なんかこう今行くわけじゃないんだけど、なんとなくこう遠くに行きたい気持ち的になんだろうな、専門なんかジャンルを結構絞ってなんかターゲットがしっかりしてる本の方が割と詳しく載ってるイメージがあって、いやこういうのとかさ、タイトルめっちゃ良くない？週末フィンランド。いいですね、キャッチーですね。キャッチー。いや週末フィンランドいいな。そっか、フィンランドってちょっと前まではめちゃくちゃ近くて8時間ぐらいで多分行けたんじゃないかな。そうそう、今いろいろあってめっちゃ遠いんですけど、フィンランドめっちゃ近く、日本人めっちゃいましたね。やっぱりこの辺はでもちょっとふわっと旅行からちょっとこう文化みたいな、国の文化みたいな移り変わって、こっち側に行くとちょっと世界っぽい暮らしみたいなリビングエリアにこう行くんですけど、この流れが気持ちよくてですねあっちでガイドブックとかなんだけど、だんだんこっちに行くにつれて文化とか暮らしになって段階的にちょっと世界の図書館とか、これとかもやっぱすごい人気ですね。東京トイレの本とかは結構これちょっとね見せらんないんですけど、日本の窓とはまた違うこういう、日本の規格にはないような窓際のスペースと景色みたいな。東京だとねやっぱギチギチなんで、そうですね、窓の外の景色まで自分の部屋として楽しむのちょっと難しいところは割とあるんですけど、結構ねこういう窓の隣の景色めっちゃ大事だなみたいな。想定とかもこの辺のエリアになってくると結構こだわっているというか、かっこいいものがねたくさんあるんですよ。このなんか建築と多分本をつなぐ何かがあるのかなと思っていて、ちょっと人っぽいようなねこういうものが置いてあったり、なんかこのミニマリズムすごいよねとかこれ表紙にしちゃうみたいな。なるほどね。事例とかサイズとか設計とかもう完全に多分インテリアエクステリアとかを選ぶような中の人が読む系の本だとは思うんですけど、概念的な形としての見せ方みたいなのがすごい多くて、やっぱ想定はすごい参考になりますよね。僕は全然建築とか詳しくなくて全然何も知らないですけど、やっぱ想定を見ていくだけですごい盛り上がりますね。こういう手書きっぽいやつとかかわいい。こういう感じのコーナーをバーっていくと最終的にはもう少し暮らしに寄り添ったエリアにこうなっていくっていうのがあって、街づくり的ななんかこのコミュニティを作ろうみたいな、建築とかっていうよりかは都市開発とか絶対なんかそういうことを仕事にすることは今後ないとは思うんですけどなんかこういうやっぱ海外の暮らしの、そう事例というか街づくりの事例みたいなのは結構見ちゃうよね。若干こっちに行くと結構自分視点、なんか一人称視点というか、片付けだったりインテリアとか部屋の作り方みたいなところとかがこうまとまっていくっていう感じです。スペースエイジインテリアっていうやつが結構なんか変わった想定というか、中身も本当に変わった本とかがバーって、紹介されていて、自分とは絶対違う方法なんだけどなんか統一感がすごくて面白いです。マーガレット・ハウエルさんの家の話だったりとか、こういうなんかちょっと物選びから来る概念みたいなのを取り入れるのがすごい好きで、これもここで購入してそっちに店舗があるんでマーガレット・ハウエルのそこもブラーって行くみたいな、こういうのとかさ、これとか
今やんと思ってでまたこっち側こう来てこの辺とかをだいたいこういい感じのね、僕はすごい大好きなヘアとシティボーイ系の、多分なんか2010年代からは全部持ってると思うんですけど、ヘアとシティボーイ系はすごい参考にさせてもらったり。はい、続きましてハーマン・ミラーさんですね結構まあさっきみたいにこう本をガーって回ることもあるんですけど、ふわっとこうインテリアの風を浴びたい時はここに入ることもあったりして、だいたいこのワークスペースとか結構ハーマン・ミラーさんのアイテムを使わせてもらってることもあって、なんかこういい感じのやつないかなみたいな。アーロンチェアはやっぱり愛用させてもらっています。アーロンチェアリマスタードのミネラルっていうやつのタイプ B っていう真ん中の大きさのやつを家で使ってるんですけど、部屋に置いたらめっちゃかっこいいんですよねこれあとやっぱいろいろこういう椅子使ってきたんですけど、このしなやかさとなんかこう座った時の安定感みたいな重厚感って他にあんまりなくて、この安定感で多分まず驚くんですよ。重厚感ぬるんみたいな。なんか最近やっぱこうゲーミングチェアみたいなのとかが来ていることもあって、こういうセールチェアとかも割と見てる、そう見たことある人多いと思うんですけど、テラスハウスの東京編でペッペ先生が使っていたなんかテレワークになった時とかにすごいやっぱりこれはなんか人気でしたね。結構価格的にも機能性的にもバランスが良くて、アーロンチェアのイメージ強いんですけど、結構いろんな椅子が出ていてですね、こんな感じで結構アーロンチェアと迷ったらこのコズムチェアってやつで、これ背面が結構ねがっつりこうあるんで、ビジョンプロとか使うなら意外といいんですよね。やっぱこう VR 作業するならこの感じすごいいいなと思ってて。でもアーロンチェアはまず座っとかないとなんか違いわかんねえかと思って、やっぱ基準じゃん。頂点を知ってからそう頂点をまず知ってから差分を知るっていうのが取り入れ方としてあるので一旦ねアーロンチェアにしちゃったんですけど、これもやっぱ柔らかくていいですね。なんかね同じカラーの椅子でも何種類もあって、ここの金属パターンとあとサテン調になってるパターンとあとプラスチックパターンがあって、金額もそれぞれ違うんですけど、僕はサテンっていうなんか艶消しの足をまとったものを使っています。こっちも見てもいいですか？ありがとうございます。この辺は僕は全然詳しくないんですけど、ミッドセンチュリー感のあるありますね。ハーマンミラー、イームズみたいな、そういう今度一緒にトークイベントさせてもらう目黒圭さんの家にあって、ここでなんか本読んだりしててかっけーと。いやかっこいいですね。これでもあれじゃない、アサリチェアみたいなやつじゃなかったっけ？そう深澤直人さんがデザインをしている椅子で、結構しっかりと固めだけど、やっぱこの可動域がね安定してますね。やっぱハーマンミラーって感じするわヒンジでやっぱハーマンミラーはヒンジなんでヒンジを感じます。ヒンジを感じます。蔦屋系列って結構店舗によって照明全部違う印象があるんですけど、多分蔦屋家電さんはハーマンミラーのこの照明を使っているはずですよね。そうでしたはい、こちらがソロソホームさんっていうグリーン系のインテリアグリーンとかを扱われているお店です。なんかね、あっちの梶ヶ谷とかあっちの方にソロソファームっていうめちゃくちゃでかいオリーブ畑と、あとなんかほんとテーマパークみたいな植物売ってる場所があって、そっちをねよく行ったりしてるんですけど、こっちはねもう少しちっちゃめのこういうデスクに置くようなものだったり、こういう部屋の中に置き手グリーンとか置かれてて、この規模の植物がこういうところに植えてあるのって結構すごいですよね。多分入り口とかにバーってグリーンがいろいろな場所に置いてあるんですけど、そこは全部ソロソホームさんのやつで買えるものだと思います。でこの間までなんかもう少し固形テラリウムみたいな感じだったけど、ちょっと季節が変わってこういう感じの可愛いで、意外と
こういうのとかちょっと見てもらうと分かるんですけど、ニコ玉だけどこの価格みたいなところは結構ちょっと驚きじゃない。2200円。そうでこれが1870円とかで、もちろんでかいやつで高いやつとかもあるんだけど、だけどなんか気軽に来て電車で持ち帰れるぐらいのグリーンをたくさん、我が家にオリーブとアカシアのブルーブッシュっていうのがあるんですけど、自分の家のブルーブッシュとオリーブと比べながら今こんな感じかみたいな。これが今のシーズン熱帯の、あれこういうのなんか見たことあるぞ。これモンステラか。あ、そうです。こんなになんかでかいんですね。モンスターって言われてる。そういう意味なんだ。でなんかここのスペース今リビングハウスさんっていうなんかねすごいいい感じのインテリアとか置いてるところがあって、最近こう足を運ぶたびに見てるんですけど、結構なんかね池尻大橋にセンプレっていうお店があって、そこのなんか大元というか、結構そのセンプレさんではいろいろ椅子とかテーブルとかランプとか結構いろんなものを買わせてもらっていて、その流れでここのアイテムとかもかっこいいなと思いながら、本の中でも紹介させてもらってるんですけど、やっぱね刺さったのが、この間取材しに行った人が奥さんが自分が使ってた小さい頃からの椅子をもう30年ぐらい使ってるって話を聞いて、そんな30年もなんか大人になってからも使い続けてる人がいるって考えるといいなと思って、ウーテンシロです。なんか使いたいけど何入れていいか分かんなくて結局かっこいいなと思って終わってしまっている K 目黒さんがめちゃくちゃいい感じにレイアウトしてますね。ブラウンの時計なんかこれ50周年だか100周年だかそういう記念に作られたカラーだったと思うんですけど、なんか定番化している Y チェアが多くのやつですね。これちょっといいやつ、普段リビングで使っていて、リビングとあとちょっとしたパソコンやるときにいつも使ってます。これもかな、多分本で紹介させてもらってる BA103 っていうアメリカのデザイナーの人がね作っているもので、 Y チェアと合わせるためになんかデザインしたみたいで、中の滑らかな質感とかがすごい良くて、子供がここにぶら下がったりしてます一つリビングにあるとめっちゃ雰囲気変わります。動画でも紹介しているのでぜひ。そしてここを結構ぐるっと今回ったんですけど、トバログこの間告知させてもらった通り、ここでポップアップをねさせてもらえることになっておりまして、ポップアップの空間こんな感じです。いやなんか広い。トバログの持ち物で埋まるかなこれっていう感じで、こういう空間をなんかちょっとデスクとかを持ってきたり、ブックケースを置いたり、なんかいろいろねちょっと置いてみようと思うので、ぜひポップアップ、10月8日から13日までで開催しているので、ちょっと見に来てもらえると嬉しいです。トークイベントもします。ぜひぜひご応募お願いしますみたいな。1階に行くと家電とかなんかコーヒーのグッズとか、あとグリーンファンディングの場所とかがあったりして、結構物的なインスピレーションは結構大きいんで、ここの1階のエリアも毎回なんかシーズンごとで変わるみたいで、なんか白い家電だけをバーンって集めた時もあるし、今日はなんかコーヒーみたいな音楽とコーヒーのグッズとあと本とかを置いてたりして、こういう展示みたいなのが見れるのが結構蔦屋家電っぽいなと。レコード売ってんのすごくないナッシングのヘッドホン1とかがこんな感じで展示されていて、実際に視聴することもできるみたい。ここはグリーンファンディングっていう結構なんか今クラファンしてる新しいガジェットとかなんかそういうのが割と並んでますね。なんかクラファンって結構うぞうむぞうだったりするじゃん、ものとして、ね、あんまり結構増えてきたので、そうなんかこれ怪しい海外の OEM じゃんみたいなあったりするんだけど、割とグリーンファンディングってすごいしっかりとしているものが多くてですね、こういうなんか独自っぽいやつがたくさん、割とこういうなんかちゃんとガジェットでしっかりとメーカーが入って、多分ねグリーンファンディングの CCC とかのさ営業の人とかががっつり入ってんだろうね。
囲碁ロボットって書いてある。囲碁ロボットおもろ。これ娘も欲しいやつです。かわいい。会話 AI ロボット。ファームインがここに並んでますね。空前の大ヒットみたいで、カラーが他のカラーも今は出ています。なんか質感いい。お邪魔しました。ありがとうございます。僕はそんなに家電とかは詳しくはないので、なんか可愛い感じの見た目で機能性が高いものとかはここで選ばせてもらったりとか、最近買いましたアールケ。デンマークだったかな、確かデンマークかどこかの。このやっぱ粉体塗装っていいよね。山崎実業的な。そうそうそういいですね。やっぱちょっと粉体塗装の日本の家屋には粉体塗装のこういう小物が多いと思うので、粉体塗装合います。結構ね、一時期クラフトコーラめっちゃ置いてあったんですよ、こっち側に。でクラフトコーラ、そういえばクラフトコーラあるなと思って2個ぐらい買ったら激ハマりしてそっからめちゃくちゃクラフトコーラ飲んでました。なんかそのイメージありますね、一時期の。これとかはねすごい気になるグラインダーですね。今使ってるのがあるんでちょっと買い替えはまだなんですけど、これとかは本当に見た目もいいし、こういうね、ここのですねスケールは使ってるんですけど、ここも同じようにグラインダーこういうの出していて、これもちょっと気になるんだよな。ほら磁石でさ、磁石ではまるのすごい。このホワイト系のやっぱグラインダーとかコーヒーマシンも結構いろいろあったりして、なんかあんまり国内でこういうの見れることないんですけど、蔦屋家電はなんかねそういう系のものが本当にたくさんあって、なんていうのかわかんないんだけど、冷蔵庫とかさ、わかるあれスメック、こういうコーヒーとかバルミューダももちろんありますし、割と家電の中でこうインスピレーションを受けるみたいなのもすごいやっぱありますかね。かわいい、部屋に置きたいなんか最近ちょっと取り扱われるようになったのが、ヘイのアイテムがなんか蔦屋家電で地味にこう置かれているっていうやつで、本でも紹介してるんですけど、ジャスパー・モリソンさんのウォールクロックはこれを家で使っていたりします。ちっちゃいのもあんだね、かわいい。で大体この流れで来ると、こっちで今プロジェクターとか結構やっているイメージで、こっち側にこう家電で流れ込んでいくっていう、これもちょっと気になってんだよな。一時期使ってました。お借りしてました。どう？よかったです。かわいい。可愛いんですよね、普通にそう。これとか音響がさ、すごい、すごいすごい。これすごいかもちょっとなんかね、防音になってて、すごいキュンってもう耳がノイキャンの感じになるのと、あとすごいスピーカーが散りばめられてるんで、部屋に置くのは難しいけどやばこれ。ちょっとやってみる？すごい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 よね。すごいでしょ。なんかダイソンの前やってたよねこれ。すごい本当にスティックもうあれだ、ドライヤーと多分構造原理は同じだと思う。これダイソンってモーターとかエンジニアリングの会社で、なんていうの、航空力学っていうのかな、空気の流れとかそういうのをめちゃくちゃ研究してるんですよね。だんだんここが洗練されていって、最終的にこのモーターのサイズでもこんだけ吸引力出るからこの形になるみたいな。この辺は僕はあんまり馴染みがないんですけど、小説とかそういうのが販売されているところで、本屋さんだとやっぱり結構メインどころのイメージなんですかね。ナンバッチ本読む？いやでも小説系はあんま読まないですね、僕も。なんか入り込み方がちょっと難しいというかでどっちかっていうとこっちが実用書とか、なんか働き方系の、最近はそこまでこういう本はあんまり読んでないんですけど、ちょっとなんか行き詰まった時とか新しいことをする時とかに割とここの棚は来ることがあるかなみたいな。最近カセットテープのコーナーが確かここにあった気がする。なんかこういう感じのやつがちょっとレトロっぽいんだけど CD とかメディアは今のやつが使えるみたいなのがあったりして、フィーオとかはかなり音質が良くて
大学時代から愛用して10年ぐらい愛用してるんですけど、そこのカセットテープ、あれティーンネイジとか置いてある。本当だ。ナッシングがあったりとか、あと結構こういうトポロジーだったりとかカバンとかがこういう感じで置いてあったりもするので、ちなみにここに自転車屋さんがあって、空気入れが無料で使わせてもらえるので時々利用させてもらってたんですけど、元ベロっていうお店で代官山の蔦屋のところにもね確か店舗があって、最初多分そっちから知ったんですけど、電動自転車を結構専門に扱っているお店っていう感じです。これがね結構気になってたんですよね実は。このターンっていうメーカーのやつがちょっと後ろに積載車みたいにこうカーゴみたいなの乗せて、そこに荷物大量に乗せられそうなこの色とそのなんだろうちょっと北欧チックな雰囲気になるっていうところで結構これは気になってて、アシストがボッシュなんですよね。ちなみに僕はこの間の自転車がちょっとね壊れてしまいまして、1年半で3回故障してバームルーフが使えなくなっちゃったんですけど一旦今代わりにこの自転車を購入して使っています。これめっちゃ強いですね。 PSA1 っていうやつで見た目も可愛いし、なんかパワーもかなりあるっていうところで、故障とかも機械系統とかシステム系統とかいろいろ故障があったりするんで、やっぱ実店舗で購入するとその辺がなんかね面倒見てもらえるっていうのはやっぱ一番強いのかなとは。はい、というわけで今回は蔦屋家電さんのなんだろうなツアートバログ的歩き方みたいな蔦屋家電の歩き方みたいな動画を撮らせてもらいました。ありがとうございます。はい最初に言った通りトバログペーパーのポップアップを10月8日から13日でやらせてもらえることになっていまして、でそのね告知も兼ねてちょっとブック書店蔦屋家電ツアーみたいな感じでやったんですけども、そんな感じでポップアップでトバログの私物を持ってきたりとか、あと影響を受けた本とかそういうのを並べさせてもらう予定があるのでぜひ遊びに来てください。あともう一つ10月8日に K 目黒さんっていうアーティスト、鉛筆画を描かれているアーティストと、あとプレダックスっていうデスクを出しているゴー&さんと一緒にトークイベントもやるので、なんかねトークテーマが物と人生みたいな、仕事道具と僕らの生き方働き方みたいな感じで題していて、人生を豊かにしてくるものみたいなそういうね組み合わせの話とかをしていこうと思うので、ぜひそちらも遊びに来てください。概要欄の方にイベントページ貼っておくのでお願いします。はい、というわけで今回の動画終わりにしようと思います。ちょっとお昼なんでね、お昼行きましょうか。はい、どこがいいかねっていう感じでありがとうございました。